こんにちは。今回の動画では、これにしたら物が減らせた7つのものをお伝えします。物が増えていた時の私は、どうしてもこれがあれば大丈夫という確信が持てず、なくなることに不安を感じて物を持ち続けていました。物を手放すときにワンインワンアウトといった一つ買ったら一つ手放すということをよくやりますが、これから紹介する7つのものは一つではなくいくつかのものを減らすことができました。アップデートすると一時的に物を増やしますが、結果的に満足してさらに物が減らせた7つのものをご紹介します。物を減らすのには不安がある方や、どうしたら物が減らせるかわからないという方の少しでも参考になれば嬉しいです。物が減らせた7つのもの。1つ目、Kindle Paperwhite。私はもともと読書が好きなわけではありませんでしたが、それでも本は増えがちでした。読み終わっても取っておきたい本や、いつか読もうと思っている本がなかなか手放せませんでした。本は知識になる、勉強になるものだからあっていいものだという思い込みもあって持ち続けていました。そんな私でも Kindle Paperwhite を買ってから紙の本を減らすことができました。Kindle Paperwhite は読みたいと思う本を電子書籍で買うことができるので、本棚を持たずともこの小さな端末に本を何冊も保存することができます。出かけるときにバッグの中に本を入れて持ち歩くのは重いこともありますが、こちらは 182g ほどの軽量で薄いので、小さなバッグでも持ち運びがしやすいです。持ち歩きやすいので、結果的に以前より読書をする機会も増えました。Kindle Paperwhite は防水なので、お風呂で湯船に浸かっている時にも読書ができます。端末自体にフロントライトがあるので、寝る前の寝室でも本を読むことができています。紙の本が減らせるメリットもありますが、個人的には思い立ってすぐ読めることにも魅力を感じています。私は Amazon プライムを利用しているので、プライムリーディングに指定された本なら無料で読むことができますが、時々 Kindle Unlimited を利用しています。Kindle Unlimited は月額980円で200万冊以上の書籍が無料で読めますし、Kindle Paperwhite を持つことで紙で持つよりも圧倒的に読書がしやすい環境を作ることができました。本当にまた読み返す本はその時にまた買い直せばよい思っていましたが、実際に買い直す機会はまだ来ていません。物が減らせた7つのもの。2つ目、大木製作所のステンレスピンチハンガー。このステンレスピンチハンガーは購入してから15年以上使用していますが、全く錆びることもなく、太陽光での劣化などもない状態で使えています。結婚当初はホームセンターで買ったプラスチック製の安いものを使っていましたが、プラスチックは劣化が早く、1、2年もするとピンチ部分が割れてしまって干せる部分が減ってしまうことがよくありました。重いデニムなどを干せば、2つのピンチでは支えられないということもありました。プラスチックのピンチハンガーは安いようですが、1、2年で劣化していたので、15年以上使えているステンレスピンチハンガーの方がずっと安い買い物でした。ステンレス製でピンチ部分にだけプラスチックが使われているタイプのものを使ったこともありますが、どうしてもプラスチック部分だけ欠けてしまったり、フレームが歪んだり絡まりやすいということもありました。結局、大木製作所のステンレスピンチハンガーをもう一つ買い足して、今は2つ長く愛用しています。
15年使っても全く劣化せずに使えているので、これさえあればずっと買い足すことなく使える良品だと思います。物が減らせた7つのもの。3つ目、エコバッグ。ほとんどの人が使っているエコバッグだと思いますが、使っていて気分の上がるお気に入りのエコバッグを選ぶようになって、いくつもあった布のトートバッグを減らすことができました。布のトートバッグは薄い生地で自立しない上、使い勝手はさほど良くない割に可愛いものが多く、つい増やしがちでした。生地や色は同じなのに、プリントが違うだけでつい買ってしまい、かさばらないからとしまい込んでいました。旅行の時に1枚あると便利かもとか、温泉行く時に着替えを入れるのに使えるかもと手放さない理由を並べて持ち続けていました。D&デルーカのエコバッグやモマのエコバッグを持つようになってからは、買い物の時だけでなく、ちょっと荷物が多い時のサブバッグとしても代用しています。ナイロン生地なので汚れも落ちやすく丈夫ですし、洗濯してもシワにならないのでトートバッグよりも使いやすいです。バッグがつい欲しくなってしまう時はいろいろと理由を並べたくなりますが、意外とエコバッグで解決できることが多いです。日々使うエコバッグこそお気に入りのデザインを選んで多用途に使い回せると、バッグ類も増えなくなると思います。物が減らせた7つのもの。4つ目、無印良品のトイレ用泡クリーナー。トイレ用の泡クリーナーで無香料で植物由来ですが、汚れ落ちが良いです。以前は専用洗剤を持つのが当たり前でしたが、物を見直すようになってからは洗剤の種類を減らすことができると、買い物の手間も金銭的にもだいぶ楽になりました。無印良品の洗剤はパッケージがシンプルで、ストックしていてもごちゃつきも気になりません。成分もシンプルなのでトイレ用となっていますが、我が家はキッチン周りの汚れにも使っています。専用洗剤を使うとどうしてもストックの量が増えてしまうので、できる限り多用途に使えるものを選ぶようにしています。このトイレ用の泡クリーナーさえあれば家中の汚れに大抵使えるので、洗剤一つなくなったからとて慌てて買い物に行くということがなくなりました。パッケージも成分も使い心地が良いので、他のものを使ってみたいという気持ちもなくなって、無駄買いもしなくなりました。物が減らせた7つのもの。5つ目、コーセーのセラミエイド。人型セラミド配合で赤ちゃんにも使える無添加の薬用処方クリームです。これを使ってボディクリーム、化粧水、乳液を使わずに済んでいます。以前は化粧水と乳液を使っていましたが、今はこれ一つで保湿ができています。少し前に別のオールインワンを使ってみたことがありますが、冬になってからは保湿が不足していて肌がかさついていました。このセラミエイドは保湿成分がしっかり入っているので、かさつくことがなくなりました。冬になると足や腕が乾燥して痒くなってしまうことがあるので、クリームやオイルが必要でしたが、こちらは全身に使えるので、体中これで保湿していますが、乾燥で痒くなることもなくなりました。4人家族で暮らしていると、家族それぞれ使いたいものがあり、物が増えがちです。化粧水、乳液、ボディクリームを一つにして、それを家族で共有できると、それだけでもかなり物量が減らせて、乾燥で痒くなることもなくなったので、これを使ってとても良かったです。物が減らせた7つのもの。6つ目、高見スキンピール。
以前の動画でも紹介している高見スキンビールですが、正直言って安いものではありません。割と高価なものなので何度もやめる実験をしてみましたが、結局1ヶ月もすると買い直してしまうほど効果の高い商品だと感じています。2週間ほど使うと毛穴が目立ちにくくなって、くすみやざらつきがなくなって透明感が出ます。と言っても使っている時はなんかいい感じかもくらいにしか思わないのですが、やめるとその効果を実感します。今まで使ったスキンケアは使った最初に効果を感じますが、やめたからといってさほど変化を感じることがなかったです。ですが高見スキンビールはやめると肌がごわついたりざらついたりくすみやすくなるので、何度もやめてみた結果、今は定期便を利用するくらい気に入っています。高見スキンビールを使うようになってからパックや美容液、ピーリングなどを使わなくなりました。そして何より肌のターンオーバーが促進されて透明感が出てくるので、肌のコンプレックスも減って、最近はファンデーションやコンシーラーも使っていません。肌のトラブルがあると何が良いかわからず、ついいろいろ増やしてしまいがちでしたが、意外と解決しないことも多かったです。私は美容にはさほど興味がないので、できる限り肌を健やかに保ち、メイクをなるべくしないで過ごすのが理想です。高見スキンピールはそれが叶いやすい商品だと思っています。物が減らせた7つのもの。7つ目、iPhone。私が iPhone を使うようになって手放せたものは本当にたくさんあります。特に紙類はその恩恵を受けています。なかなか苦手で手放せなかった書類や取説、その他にも写真や計算機、CD など物として減らせたものは数えきれないほどあります。セブンアプリを使えばコピー機を手放すこともできましたし、銀行アプリを入れてキャッシュカードもなしでスマホ一つで ATM でお金を引き出したり振り込むこともできています。ランニングの時には距離やタイムを測るアプリがあるので、デジタルウォッチなども不要です。私の場合はこうやって撮影する時もカメラを使わず iPhone 一つで撮影していますし、ノートのアプリで原稿も作っています。私は紙でスケジュール管理をしていますが、そういったノート類もデジタルに移行すれば持ち歩くこともなく出先ですぐに確認できますし、必要なデータを残しておきやすいのも良いなと思っています。もちろん壊れた時や充電がなくなった時に困るということもありますが、それ以上に物を買わずに増やさずに便利に使える機能が多いので、今減らしたいものがある場合は iPhone で解決できないか考えてみるのも良いと思います。いかがでしたか？今回はこれにしたら物が減らせた7つのものをご紹介しました。どのアイテムも私の暮らしを良くしているもので、これさえあれば十分と思えるものです。これさえあれば十分というものが見つかると、もっと欲しい、もっと試したいという欲がなくなるので、本当にやりたいことに時間やお金を使えるようになります。今回紹介した中で、一つでも暮らしに役立ちそうなものがあれば、ぜひ試してみてください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。